パーソナルトレーナーのゆうじです。50歳以上の人で運動をしているというと、できるだけ歩くようにしてます。ウォーキングやってます。という声をよく聞くんですけれども、ただ僕はウォーキングだけやってても、正直言うんですよ。正直言うと、時間に見合った効果が少ないと思ってるんですね。で、それよりは、ブルガリアンスクワット。ブルガリアンスクワットで、こういうブルガリアンスクワットですね。で、これをやっていく方が、とにかく50歳以上にとっては時間的な効率がいいと思ってるんですね。例えば10分間の運動時間としてウォーキングを10分やりました。運動としてね、やらないよりはもちろんやった方がいいんですけれども、ちょっと運動しましたっていうぐらいじゃないですか。でもじゃあブルガリアンスクワットをね、ブルガリアンスクワットをこれ10回やって片方やったら反対やって1分休んでという感じでやっても正直10分あると5セットできるんですよ。ブルガリアンスクワットを10回を5セットやっていくって結構な運動なんですよね。もちろんね、きついということだけを指標にしたものではなくて、とにかく運動の効果があるから僕は絶対ね、50歳以上ブルガリアンスクワットをやった方がいいと思ってるんですけど、僕のパーソナルトレーニングのクライアントの人の場合には、今現在も74歳の男性にブルガリアンスクワットをやってもらってますし、今までも60代半ばの女性、70も超えた女性の方々もブルガリアンスクワットをやってもらってました。とにかくね、僕のクライアントの場合には、50歳以上の人は全員ブルガリアンスクワットをやってもらってます。それぐらい効果があるので、本当に僕は力説してこれをやってほしいと思ってるんですけど、まだブルガリアンスクワットを取り入れてない人は本当に取り入れてほしいんですね。ただね、いきなりやったことないのに、ブルガリアンスクワットを急にやってくれと言ったらちょっと不安があると思うんですよ。そもそもすごく体重が重いとか筋力がないとか、あるいは膝が痛いという場合もあるかもしれないので、それについては軽いものから順番にやってほしいと思うんですけど、軽いものから順番っていうのは、基本的にはこういうね、ワイドスクワットをやっていって、結構広めね、ワイドスクワットをやっていって、足を慣らせていく、筋力を上げていく。そうしたら足幅が狭めのスクワットをやって、よりね、足の筋力を鍛えていくというふうにやっていって、その後、バックランジ、もうね、20回3セットやっても大丈夫な足を作っていく。で、その次にブルガリアンスクワットを取り入れていくという順番でいけば、大丈夫です。それは徐々にね、状況を見て進めていくという感じですけど、そもそもね、運動をするとか、足の運動をやっていくという場合に、どこを見つめてやっているかですよ。今現在なんとなく運動してる、運動しましたっていうことだけが欲しいんじゃなくて、自分の体にとってどれぐらいメリットがあるか、将来を考えた上でのメリットが大きいかどうか、そこを考えていくと、このブルガリアンスクワットを絶対取り入れてほしいと思ってるんですね。でブルガリアンスクワットは50歳以上にとっては理想の足が手に入ると思ってます。どういうメリットがあるかというと、これやっぱりね、片足だけがずーっときついです。きついからとにかくね、筋力が上がるんですよ。で、筋力が上がると体は疲れにくいです。で、特に下半身ですね。足で自分の体を支えてますから、足だけじゃないですね。今の場合は足だけじゃなくてお腹もぐっと支えてますけど、そうすると自分の体重に対してしゃがんで立つということ自体もきつい人よりは、片足でも平気でこうやって立ち上がれる人の方が、体は軽く感じますよね。ここがまずウォーキングとか、あるいはジョギングとかと大きく違うところですね。ウォーキング、ジョギングの場合には、歩くとこのぐらいな感じで筋肉を使っていく。ジョギングの場合はちょっと飛ぶので、ポンと飛んで着地する感じで足を使いますけど、とにかく、ここまで下がってしゃがみ込んで筋肉が伸びて、足の筋肉を使っていくという感じなので、もう筋肉の使われ方が違うんですね。ウォーキング、ジョギングよりもとにかく筋力が上がるということ。で、それによって自分の体が軽く感じて疲れにくくなるという。まずここが50歳以上にとってメリットが大きいということですね。それから代謝が上がるということです。もちろん筋トレなので、ずーっとこうやってやっていけば筋肉が増えていく。そうすれば代謝が上がってくる。で、それによって痩せやすい体を作れるというのは、いわゆるウォーキングとかジョギングという有酸素運動とやっぱり全然異なることであって、今やってる運動量もあるけれども、代謝が上がるということで何もしてない時もエネルギー消費が大きくなるので、痩せやすい体も作れるわけですね。で、そしてもちろん形が良くなる。さっき言ったようにウォーキング、ジョギングの場合には水平に移動することが多くて、ブルガリアンスクワットの場合にはしゃがんで立ち上がる。で、この状態でやっていくと筋肉がすごく伸びていくので、そういう使い方をしていくと筋肉の形がどんどん変わってくるわけじゃないですか。で、特にこのお尻ですね。お尻の筋肉がとにかくしっかりついてくるので、これはやっぱりね、水平に移動するものよりもしゃがむ、立つというここまでやっていくことでしか得られないものなんですね。
なのでこのブルガリアンスクワットをやってた方がなくなったお尻の筋肉というのがとにかく上がってきます。これはさっき言った僕のクライアントの人たちは全員がお尻上がったってもう言ってますね。ここはやっぱり重要なことだと思いますね。で、あとはですね、左右バランスを整えていくことができるということですね。ウォーキングとかジョギング、ランニングをやっていくときって、前に進んでいくことが目的であって、その右と左の足の使い方に気を使ってる余裕はないじゃないですか。もう右行ったり左、左行ったり右、もうどんどん行かなきゃいけないから、自分の歩き方、走り方の癖を気にすること、気にしてそれを修正することってなかなか難しいんですね。だけども今ここにね、立った状態で、ゆっくりね、さっきの歩く走ると比べたらゆっくりこうやってやっていくことなので、そうするとなんか右は楽だけど左はきついみたいなことがね、自分で分かってくるわけですよ。で、そうすると左の方が弱いから左をちゃんとやろう、もうちょっと回数やろうとか、その左右バランスを整えようとするわけですね。だけどそれがウォーキングとかジョギングの場合には、それを感じてる暇がないので分からないですよ。自分の癖が分からないままなんですね。で、その癖が分からないまま運動を続けてると、片方だけにずっと体重が乗ったままで延々とトントントンという負荷がかかっていくので、そうするとこの膝が痛いとかそういうことが起きてくるんですね。そこがブルガリアンスクワットは筋トレなので、状況を確かめながらやっていく。それで右と左のバランスを感じながら、整えながらやっていくというものなので、そういう運動をしていった方が将来起きる故障というものを避けられるわけですね。そういった左右のアンバランスとか歪みとかそういったものが50歳以上っていうのはどんどん出てきやすい年です。同じようなアンバランスっていうのは20歳、30歳の時もあるんですけど、そのアンバランスとか歪みというのがまだ10年とか20年しかない人よりは40年、50年そのアンバランスな感じで生活してくると大きな故障になってくるわけじゃないですか。だからそこを整えていくことはできるということ。で、今の左右バランスを整えていくことで自分の真ん中の軸というものがしっかりできてくるんですね。その軸を感じなければ、そもそも立っている姿勢というのはやっぱりこうなりやすいので、足の運動ではあるものの、上半身をまっすぐするというね、そういうこともやりながら運動をやっているので、足の運動なんだけども姿勢も良くなる。姿勢が良くなると、このストレートネックとか、この猫背というものも治りやすいんですよ。で、この辺の問題というのを、この辺だけで考えていくと、やっぱり間違いで、足の裏で立ってますから、そこからまっすぐしていくということが大切なので、足からまっすぐ姿勢を意識していくような運動をしていくということが、そこから上の姿勢を全部整えるということになってきますので、こういうことも解消しやすくなってくるわけですね。で、あとは、お尻の形が変わると言いましたけれども、形が変わるということは、お尻の筋力が上がるということなんですよ。で、足の運動をしていくときに、この根元の部分、股関節の周りの筋肉の筋力を上げてあげると、これも故障とか怪我のリスクが少なくなるんですね。今までも、このバックランジをやっていくことで、お尻周りの筋力が高まったということで、ある女性は、それ以前は足の外反母趾とか巻き爪とかあったのが、なくなったっていうんですね。それは、ここの筋力がなかったそれ以前というのは、お尻という根元から歩くことができなかったので、足先、つま先で妙な歩き方をしてたと思うんですね。足先だけで歩いていくと、その辺に変な負荷がかかってくるので、外反母趾とか巻き爪とか起きてきたと推測できるわけですね。だけども、この根元の筋肉がしっかりしていると、そもそもこの辺で支えてあげることができるので、足先だけで地面を蹴るような、そういう歩き方をしなくてよくなるわけですよ。そういった足の変形を防ぐことにも役立ってくると思います。で、よくこの O 脚、X 脚とかを直すときに、中の筋肉とか外の筋肉を鍛えていくとか、いろいろありますけど、もちろんね、この O 脚の場合に中に締める筋肉っていうのは必要なんですけど、ただそれをね、内側に締めることだけをずーっとやっていくという筋トレではなくて、このブルガリアンスクワットをやっていくと、足をまっすぐ踏むという練習をしていく、その筋力を高めていくことになるので、X 脚、O 脚を直していくのにも役立つわけですね。内側を締めるということだけをやっていくんじゃなくて、そもそも立っていることに対して足をまっすぐしたいわけであって、こうならないで足をまっすぐしたいわけであって、だから、まっすぐ立つことを練習していく、その筋力を高めていく。目の前に鏡があって、これがこっちに行ったりこっちに行ったりしないように、まっすぐ踏むことをやっていくことで、足をまっすぐね、伸ばしていく力がついてくるわけですよ。実際、ブルガリアンスクワットやってる時って、この大腿四頭筋とお尻だけ使ってるんじゃなくて、僕自身は結構重いね、ダンベルを持ってやっていきますけども、ブルガリアンスクワットをやった翌日って、意外とこの内転筋肉痛になるんですよ、ここ。これが筋肉痛になる。で、それは、
降りた時に膝がこういってしまうのをここで押さえる。もしくはこの中に入っていくのは中殿筋で押さえる。この両方でこの左右に揺れるというのを押さえてまっすぐ踏むということをやっていく運動なので、まっすぐ立つための総合的な力がついてくるわけですね。なので僕はブルガリアンスクワットで足をまっすぐ踏むというのは X 脚 O 脚を修正するためにも役立つとは思ってます。じゃあウォーキングとかジョギングは心肺機能を鍛えるのに役立つじゃないか。そうなんですよ。もちろんそれはそうなので、やらないよりはやった方がいいんですけれども、心肺機能もブルガリアンスクワットでもインターバルを短くすれば心肺機能は結構鍛えられるんですね。さっきの4セット5セットでもちょっとインターバルを短くしていけばっていうのが10分近く続くので、鍛えられるわけですよ。ただね、ウォーキングジョギングをやるなっていうわけではなくて、やるならジョギングもしくはランニングというね、それなりの速いペースで走るというのが10分あればそれでいいと思いますね。走るというね、体全体をうまく使うという能力が衰えないためにも、ランニングはやった方がいいんですけど、それはそこそこ速いペースで10分あればその機能は衰えないと思うので、それ以外のね、筋力を上げるとか形が良くなるとか、体の故障を防ぐためっていうのであれば、僕はブルガリアンスクワットも必ず取り入れてみてほしいと思います。まだ取り入れてない人は絶対やってほしいです。中にはね、こういうベンチがなくてできないっていう人もいるんですけれども、それは家にソファーがあればソファーでも構わないです。あるいは、2リットルの水が6本入ったペットボトルの段ボールありますね。そういった段ボールがあれば、その高さはちょうどこれぐらいなので、利用できると思います。なので、50歳を過ぎたらブルガリアンスクワットをやらない手はないです。もう今日はね、これだけを言いたかったんですよ。本当にこれを力説したかったんですね。だから僕は全てのお客さんにブルガリアンスクワットをやってもらってるわけです。で、僕自身もブルガリアンスクワットを一生懸命やってるわけです。なので皆さんブルガリアンスクワットをね、必ず取り入れて自分の体をトータルな意味で良くしてほしいと思います。ちなみにちょっとね、余談なんですけども、以前ね、僕はバックランジを進めて、バックランジをやる人が増えました。本当にたくさん増えました。で、そうすると、バックランジをやってるという声をすごく間接的に聞くんですね。僕の知り合いが、どこかね、いいレストランに食べに行った。そのレストランのオーナーシェフと話をしたら、最近は筋トレやっててバックランジやってるんですよ。っていう話を聞いたと。で、それは僕の動画を見たということで、よかったなと思って。で、この間は、ある知り合いが、スキーリゾートの会員券を買おうと思って、そういうところに行って担当者と話をしてたら、その僕の知り合いというのは、このボディビルダーなのでいい体してるんで、いい体してますねって言われて、筋トレしてるんですっていう話になって、そうすると相手側が、最近私もバックランジやってるんですよ。YouTube 見てっていう話になって、で、僕の知り合いは、それってユージさんの YouTube ですかっていう話になって、そうですっていう話になって、話が盛り上がったというのもあって、バックランジはね、結構ね、やってるっていう人がいたということをね、間接的に僕の耳に入ってくるんですよ。で、今現在は僕はブルガリアンスクワットをやってる人をとにかく増やしたいです。だから皆さんね、もうここ見てると全員取り入れてやってほしいですし、友達知り合いにも勧めてほしいです。もちろんさっき言ったね、ワイドスクワットから順次始めて筋力上げてになりますけど、ぜひね、もうこれはね、見てる方 100% やってほしいと思いますので、頑張っていきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタなどもやってます。フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。